そもそも、そのバリューデザインアカデミーの設立の趣旨として、VE プラスアルファのプロフェッショナルを作るというのが、大きなビジョンになっています。ですので、皆さん VE プラスアルファのプロフェッショナルっていうのは、どういう存在かというと、VE の思考プロセスを活用して、あらゆる分野の問題解決ができるプログラムソルバーである。コンサルタントとよく言いますが、コンサルタントっていうのは問題を解決する人ですね。これは独立している人であろうとも、もしくは社内にいる人であろうとも、その存在の意義というものに違いはないわけです。プログラムソルバーですよね。で、その大きな武器が VE の思考プロセスである。ただ、その VE の思考プロセスだけでは、足りないというか、VE の思考プロセスを活かしていくためには、プラスアルファの能力だったり、知識だったりが必要となっていく。でそれを皆さんと一緒に獲得していきましょうという場が、このバリューデザインアカデミーであると。で、問題解決力とファシリテーション力。これは、これからのコンサルタント、プログラムソルバーには必ず必須であろうという能力だと思うんです。ただ、これって総合力であって、個別の能力ではないんですよ。問題解決力っていう能力、個別の能力、スキルがあるわけではなくて、ファシリテーション力っていう何か固有の分野のこれを勉強すればファシリテーションができますよっていう能力が得られるかっていうとそうではないわけです。つまり、それぞれのコンピテンシーが融合されて表出される能力だということが言えるかと思う。私が大切にしてきたこの考え方とか行動特性とかスキル、能力っていったものかなというふうに思います。で、これが絶対的なコンサルタントとしての能力かっていうと、そうではないかと思うんですけど、私はこれを大切にしてきたということですね。なので、皆さん考えていただきたいのは、自分はどんな能力を軸足にして、どんなコンピテンシーを自分は持っていて、もしくは持ちたくて、どんなプログラムソルバーになりたいのかということを考えながら、この1年間、もしくは2年間学んでいただきたいですね。で、一番最初に私がお話ししたいのはですね、クライアントへのリスペクトっていうのがすごく重要ですよということですね。特にですね、考えていただきたいのはですね、相手のっていうのは、クライアントのビジネスは、クライアントのビジネスがプロなんですよ。だから、第三者的な視点を持って、こうすればいいのに、ああすればいいのにって分かるのは、第三者だからであって、自分のビジネスになると、自分がプロかもしれないけど、見えないことになるわけですよね。なので、自分が問題解決ができたとしても、もしくは、問題解決を支援したとしても、それはクライアントよりも優れているというわけではないわけなんですよ。ここは常に持っておかないと、誤ってしまう。どこかで勘違いしてしまう可能性が非常に高い職業というか役割です、コンサルタント。二つ目が、本質と原理原則の重視と。いろんなことを学んでも、成果が出せるようになる人、もしくは自分の成果を出す力を強めていける人と、そうでない人が存在します。この違いは何かっていうとですね、この原理原則とか本質を知ろうとする人と、そうでない人の違いなんですね。僕、プロジェクトマネジメントは専門の一つですが、ワークブレイクダウンストラクチャーがありますよとか、もしくはガントチャートがありますよ。VE であれば、機能系統図がありますよって、いろんなツールは知ってると。これをやればいいね。フレームワークたくさん知ってる。でも、そのフレームワークがいつ有効なのか、なぜ有効なのか、もしくは有効でないときはどういう状況のときは使えないのかっていうことを知っていないと全く応用が効かないですね。なので、それらのツール方法論の定流に、そこに流れているもの、その原理原則っていうものを学び取ろうとする姿勢が非常に重要です。哲学とか思想っていう曖昧なものがあって、それを表現するとか実行するための方法論とかツールっていうのでも、哲学思想っていうのは実行できないですね。思想だから、考え方だから。で実行できるのは方法論、ツールなんだけれども、この間をつなぐものとして本質とか原理原則っていうものが必要になってくる。例えば、機能本位とは何なの？そもそも VE とは何なの？
という、とは何かということを常に問うていただきたいし、それはなぜそう言えるのか、なぜ有効なのか、どんな時では有効ではないのかということも考えていただきたい。